チリのアタカマ砂漠で、私は一人、テントを張っていた。標高3000メートルを超える高地。昼は灼熱、夜は冷夏に近い冷気が肌を刺す。そんな場所に、人の気配などあるはずがなかった。時刻は夜の11時を回っていた。寝袋の中で、目を閉じていた。その瞬間だった。テントの外から、声が聞こえた。私の名前を、呼ぶ声が、風ではなかった。空耳でもなかった。確かに人間の声で、私の名前だけを、静かに、はっきりと呼んでいた。体が固まった。息を止めた。もう一度聞こえた。同じ声で、同じ名前を、震える手でジッパーを引いた。外に出ると、月明かりだけが広がる砂漠が広がっていた。誰もいない。何も見えない。だが、足元に手電筒を向けた瞬間、私は言葉を失った。テントの周囲をぐるりと囲むように、人間の足跡が円形に刻まれていた。砂の上に、くっきりと、歩き回る音がした。息を吸う音が聞こえた。なのに、誰もいなかった。恐怖で引き返したかった。だが足跡は、夜明けまでの間、少しずつ、確実に増え続けていた。一体何が、あの夜のアタカマ砂漠で起きていたのか。そしてこの体験が、私の日常をどれほど変えてしまったのか。次は、その話をしようと思う。私の名前は、キム・ジュンヒョン、32歳、ソウルで働く。ごく普通のサラリーマンだ。仕事は広告代理店のデザイナー。毎朝同じ時間に起きて、同じ路線の地下鉄に乗り、同じ席に座って、同じコーヒーを飲む。そんな日々を、もう5年以上続けていた。特別なことは何もない。刺激もない。ただ時間だけが、静かに流れていく。そんな生活に、少しだけ疲れていたのだと思う。2025年の秋、私は初めて長期の休暇を取った。行き先を決めたのは、出発の3日前だった。世界で最も乾燥した場所、と呼ばれる、チリ北部のアタカマ砂漠。理由は単純だった。とにかく、誰もいないところに行きたかった。スマートフォンの通知も、締め切りのメールも、上司の声も、何もかもから遠ざかりたかった。砂漠という場所が、その答えのように思えた。順にはそれほど念入りではなかった。バックパックにテントと寝袋を詰め込み、最低限の食料と水を用意した。地図アプリで大まかなルートを確認して、それで十分だと思っていた。アタカマに着いたのは、現地時間の昼過ぎだった。空港を出た瞬間、肺の中の空気がすべて入れ替わるような感覚があった。乾いている。ただ、ひたすらに乾いている。喉が痛くなるほどの乾燥した空気が、全身を包んだ。バスを乗り継いで向かった先は、観光客がほとんど立ち寄らない廃鉱山の跡地だった。かつては賑わっていたという小さな村の名残が、砂の中に静かにうずもれていた。誰もいない。風の音だけが聞こえる。これが、私が求めていた景色だった。日が傾き始めた頃、テントを張り始めた。赤みがかった砂の上に、慣れない手つきでポールを通していく。夕日が地平線に溶けていくのを横目に見ながら、ここに来てよかったと、心から思った。あの夜が来るまでは、テントを張り終えた頃には、空はすでに深い藍色に染まっていた。星が、一つ、また一つと姿を現し始める。アタカマの夜空は、都市では絶対に見られない濃さがある。天の川が、まるで白い天気を流したように、真上に広がっていた。しばらく、ただ空を眺めていた。寝袋に潜り込んだのは、夜の9時を少し過ぎた頃だった。砂漠の夜は思いのほか冷える。昼間の熱が嘘のように消えて、空気がじわじわと肌に刺さってくる。それでも、疲れていた。すぐに眠れると思っていた。最初に気づいたのは、匂いだった。硫黄に似た、重たい匂いが鼻をかすめた。廃鉱山の跡地だから、地面から何かが染み出しているのかもしれない。そう思って、気にしないようにした。次に、温度が変わった。テントの中が、突然ひんやりとした。外の冷気が入り込んだわけではない。ファスナーは閉じている。なのに、体の右側だけが、すっと冷たくなった。左側はまだ暖かいのに、変だな、と思った。でも、砂漠の空気は乾燥している。気温の変化が激しいと聞いていた。きっとそのせいだ。そう自分に言い聞かせた。それから10分ほどが過ぎた。音がした。テントのすぐ外で、砂を踏むような音。さっ、さっ、という、軽いけれど確かな足音。風ではない。
風はもっと不規則に音を立てる。これは、リズムがあった。動物かもしれない。砂漠にも生き物はいる。私はそう思って、目を閉じたままでいた。でも、音は止まらなかった。テントの周りを、何かがゆっくりと回っているような気がした。一周、また一周。足音は、少しずつ近づいてくるように聞こえた。そして、呼吸の音がした。人間の、息を吸う音だった。私は、寝袋の中で固まった。体が動かなかった。耳だけが、信じられないほど研ぎ澄まされていた。次の瞬間、自分の名前が聞こえた。確かに、聞こえた。私は、動けなかった。寝袋の中で、息を止めた。体のどこにも力が入らない。いや、正確には違う。全身が、極限まで緊張していた。ただ、動かせなかった。足音は、まだ聞こえていた。テントの外を、何かがゆっくりと歩いている。砂を踏む音、柔らかく、しかし確実に、重さを持った足音だった。一周、また一周、同じリズムで、テントの周りを回り続けている。私はそっと目を開けた。テントの天井が見えた。暗闇の中に、薄くシルエットが浮かび上がっている気がした。外の何かが、生み出す影だった。心臓が、うるさかった。自分の鼓動が、外に聞こえてしまうんじゃないかと思った。それくらい、激しく打っていた。足音が、止まった。急に、だった。その静寂が、足音よりも怖かった。音があるうちは、まだ場所がわかる。でも、止まった瞬間、何もわからなくなった。どこにいるのか、何をしているのか、こちらを、見ているのか。私は、ゆっくりと手を動かした。枕元に置いておいた懐中電灯を、握った。スイッチに指をかけた。でも、すぐには押せなかった。光を当てたら、何かが見えてしまう。その恐怖が、手を止めていた。数秒か、数分か、わからない時間が流れた。そして、私はスイッチを押した。光が、テントの生地を透かして外へ漏れた。私はファスナーを引いた。ゆっくり、ゆっくりと、音を立てないように、冷たい空気が、顔に触れた。あたかまの夜は、刺すように冷たかった。懐中電灯を外へ向けた。砂の上に、光の円が広がった。そこに、あったのだ。足跡が、人間の足跡が、テントを中心に、綺麗な円を描いていた。一周じゃない。何周も重なって、砂の上に刻まれていた。そして、その足跡は、まだ、終わっていなかった。新しい跡が、さっきより先に続いていた。つまり、まだ、歩いていた。私が光を当てた。その瞬間まで、光の円が、砂の上に広がっていた。私は、しばらく動けなかった。足跡の意味を、頭が理解するまでに、数秒かかった。いや、もっとかかったかもしれない。時間の感覚が、完全に狂っていた。足跡は、テントを中心にして、円を描いていた。一周ではなかった。何周も、何周も、重なっていた。砂の上に深く刻まれた跡は、まるで誰かが長い時間をかけて、ゆっくりと歩き続けた証拠だった。そして、その足跡の先端が、懐中電灯の光の外側に、消えていた。私は、ゆっくりと光を動かした。足跡を、追った。円弧に沿って、光をずらしていった。足跡は続いていた。続いていた。続いていた。そして、光が、止まった。人影があった。遠くではなかった。テントから、十数メートルほどの距離、あたかまの闇の中に、それは立っていた。人間の形をしていた。背丈は、普通の大人と変わらなかった。ただ、動かなかった。微動だにしなかった。砂漠の夜風が吹いても、髪も、服も、何も揺れなかった。そして、それは、こちらを向いていた。懐中電灯の光の中で、二つの目が光った。人間の目ではなかった。と思った。反射の仕方が、違った。動物の目が光るような、あの冷たい反射だった。私は叫ぼうとした。声が出なかった。喉が、完全に閉じていた。その瞬間だった。声が、聞こえた。私の名前だった。確かに、私の名前を、呼んだ。日本語で、あたかまの砂漠の真夜中に、日本語で、私の名前が呼ばれた。それを知っているはずの人間は、この場所に、誰もいなかった。声は、低かった。ひどく平坦だった。感情がなかった。ただ、正確に、私の名前だけを発音した。もう一度、
よがれた。私は、懐中電灯を落とした。光が砂の上を転がり、影が大きく揺れた。私は震える手でそれを拾い上げ、もう一度、その方向へ光を向けた。何もいなかった。砂だけがあった。風だけが吹いていた。しかし、足跡は、まだそこに残っていた。そして翌朝、私は気づくことになる。あの夜から、何かが変わってしまったことに、翌朝、目が覚めた。テントの中は、静かだった。あの夜の声も、足音も、もう聞こえなかった。まるで、何もなかったかのように。しかし、私は知っていた。何かが、変わってしまったことを、起き上がり、水を飲んだ。いつもと同じ動作だった。しかし、手がかすかに震えていた。意識していないのに、震えていた。体が、まだあの夜を覚えていた。テントのジッパーを開けた。朝の砂漠は、信じられないほど美しかった。空は澄んでいた。風は穏やかだった。遠くの山並みが、橙色の光の中に浮かんでいた。それなのに、私は外に出ることができなかった。一歩踏み出すことが、できなかった。あの足跡が、まだそこにあるかもしれない。あの円が、まだ砂の上に刻まれているかもしれない。それを確認することが、恐ろしかった。深呼吸をした。もう一度、深呼吸をした。そして、外に出た。足跡は、あった。消えていなかった。風が吹いたのに、一晩が過ぎたのに、砂漠の朝風が、何もかも消し去るはずなのに、あの円形の足跡だけが、くっきりと残っていた。私はその場に立ち尽くした。足跡を、じっと見つめた。昨夜、懐中電灯で確認した数よりも、多かった。確実に、多かった。私が眠っている間も、何かがテントの周りを歩き続けていた。息ができなかった。その日から、変化が始まった。食欲がなくなった。水を飲んでも、喉が渇いた。夜になると、理由もなく目が覚めた。そして目が覚めるたびに、テントの外に何かの気配を感じた。音ではなかった。足音でも、声でもなかった。ただ、誰かがいる、という感覚だった。私は一人ではなかった。この広大な砂漠の中で、この灰村の片隅で、私は一人ではなかった。何かが、私のすぐそばにいた。そして、それが何なのか、私にはまだわからなかった。しかし、やがてわかることになる。あれが何であったか、なぜ、私の名前を知っていたのか、その答えは、想像をはるかに超えるものだった。それが何であるか、私はその答えを、まだ知らなかった。夜明け前の砂漠は、凍えるように冷たかった。テントの中で、私は膝を抱えたまま、ただじっとしていた。外の気配は、消えていなかった。むしろ、濃くなっていた。夜が明けてから、私はようやく外に出た。砂の上には、あの足跡がまだ残っていた。一晩中、誰かが歩き続けた痕跡。それは、テントを中心に、完璧な円を描いていた。乱れ一つない、丁寧な円だった。私は、その足跡の形を写真に収めた。そして、近くの町へと戻った。灰村の近くに、小さな集落があった。そこに、長年この地域に住む老人がいた。私が足跡の写真を見せると、老人の顔色が変わった。声を出さずに、ただ首を振った。しばらく沈黙が続いた後、老人は静かに口を開いた。この一帯には、かつて鉱山労働者が大勢いたのだという。100年以上前のことだ。劣悪な環境の中で、多くの者が命を落とした。事故で死んだ者、病で死んだ者、そして、名前も残らずに砂にうずもれた者。彼らは、今も砂漠をさまよっているのだと、老人は言った。生きている人間の気配を感じると、近づいてくる。声を聞きたいのだ。自分の名前を、誰かに呼んでほしいのだと。だから、あの存在は私の名前を呼んだのではなかった。私の名前を、呼ぼうとしていたのだ。自分の名前の代わりに、忘れられた者たちは、誰かに覚えていてほしかった。ただそれだけだった。老人は最後に、こう言った。あなたは運が良かった。テントからでなかったから、出ていたら、向こうは話さなかったと。私は何も言えなかった。ただ、あの円形の足跡のことを思った。一晩中、ぐるぐると回り続けた、その孤独な奇跡のことを。しかし、話はここで終わらない。帰国の前夜、私はもう一度だけ、あの灰村の方角を振り返った。その時、私は見てしまったのだ。
あの場所に何かが立っていた。老人は最後にこう言った。あなたは運が良かった。テントから出なかったから、出ていたら向こうは話さなかったと。私は何も言えなかった。ただ、あの円形の足跡のことを思った。一晩中、ぐるぐると回り続けた、その孤独な奇跡のことを。しかし、話はここで終わらない。帰国の前夜、私はもう一度だけ、あの灰村の方角を振り返った。その時、私は見てしまったのだ。あの場所に、何かが立っていた。距離にして、およそ200メートル。夜の砂漠の中に、人影のようなものが、ぼんやりと浮かんでいた。動いていない。ただ、こちらを向いている。それだけが、わかった。私は息を止めた。目を細めて、じっと見た。風が砂を巻き上げるたびに、その輪郭が揺れた。しかし消えなかった。消えるどころか、少しずつ、こちらに近づいてくるような気がした。足が動かなかった。声も出なかった。ただ、あの夜の記憶が、一気に蘇ってきた。テントの外で聞こえた。あの呼吸音、砂を踏む、あの足音、そして、私の名前を呼んだ、あの声、影は、止まった。20メートルほどの距離まで近づいたところで、ぴたりと動かなくなった。風が止んだ。砂漠全体が、息を殺したように静まり返った。その時、私は気がついた。影には、足がなかった。砂の上に、何の痕跡も残っていなかった。足跡が、一つもなかったのだ。あれほど近くまで来ていたのに、砂の表面は、まるで誰も歩いていないかのように、滑らかなままだった。私は全速力で、その場を離れた。振り返らなかった。振り返れなかった。ホテルの部屋に戻り、鍵をかけ、明かりをすべてつけた。それでも、恐怖は消えなかった。窓の外を見ることができなかった。あの影が、まだそこにいるような気がしてならなかった。翌朝、フライトの時間まで、私は一睡もできなかった。アタカマ砂漠は、今も静かにそこにある。昼は灼熱の光に焼かれ、夜は凍えるような闇に沈む。そして、その闇の中で、誰かが今夜もぐるぐると歩き回っているのかもしれない。あの足跡の主は、まだそこにいるのだろうか。それとも、今は別の誰かの名前を呼んでいるのだろうか。この話には、もう一つだけ続きがある。日本に帰国してから、私の身に起きたことだ。翌朝、フライトの時間まで、私は一睡もできなかった。空が白み始めた頃、私はテントを撤収した。手が震えていた。荷物をまとめながら、何度も砂の上に目をやった。昨夜あれほど鮮明に刻まれていた足跡は、朝の風に少しずつ薄れていた。それでも、円の形だけは、まだそこに残っていた。あの場所を離れるとき、私は一度も振り返らなかった。帰国してから、しばらくの間、私は誰にもこの話をしなかった。話せなかった。という方が正しい。言葉にした瞬間、また何かが始まる気がした。そんな根拠のない恐怖が、ずっと胸の奥に引っかかっていた。変わったことが、いくつかある。まず、夜中に名前を呼ばれる夢を、繰り返し見るようになった。声の主は見えない。ただ、暗闇の中から、はっきりと私の名前だけが聞こえる。目が覚めると、決まって午前3時頃だった。それから、砂漠の写真を整理していた時のことだ。あの夜、テントの周囲を撮影した一枚の画像に、私は長い時間、釘付けになった。足跡の円の、ちょうど外側、懐中電灯の光が届くか届かないか、その境界線のあたりに、何かが映っていた。人の形をした、影のようなもの。撮った記憶はない。気づいていなかった。その写真は、今でも削除できずにいる。アタカマ砂漠は、今も静かにそこにある。昼は灼熱の光に焼かれ、夜は凍えるような闇に沈む。そして、その闇の中で、誰かが今夜もぐるぐると歩き回っているのかもしれない。あの足跡の主は、まだそこにいるのだろうか。それとも、今は別の誰かの名前を呼んでいるのだろうか。この話には、もう一つだけ続きがある。日本に帰国してから、私の身に起きたことだ。日本に帰ってから、3日後のことだった。深夜、ふと目が覚めた。理由はわからない。ただ、何かに呼ばれた気がした。窓の外は静かだった。風もない。虫の声もない。それなのに、耳の奥に何かが残っていた。あの砂漠で聞いた。あの声の残像のようなものが。私は起き上がり、
スマートフォンを手に取った。あたかまで撮った写真をもう一度開いた。足跡の写真、円を描くように続く。あの無数の跡、よく見ると気づかなかったものが写っていた。円の内側にもう一つ小さな足跡がポツンとあった。それは私のサイズではなかった。あの夜、テントの中にいた私は何も見ていなかったと思っていた。でも何かは私を見ていたのかもしれない。アタカマ砂漠は今も静かにそこにある。そして時々、私はまだあの感覚を思い出す。背中を誰かの視線がなぞるような感覚を。